こんにちは。私は国際日本文化研究センターの榎本航と申します。どうぞよろしくお願いします。私は日本の古代中世の国際交流の歴史を研究しております。これは私が最初に出した研究書で、東アジア海域と日中交流9世紀から14世紀というものです。このタイトルにある通り、私が特に注目しているのは9世紀から14世紀という時代です。9世紀から14世紀とは、日本では平安鎌倉南北朝時代、中国では唐の終わりから宋元、韓国朝鮮では新羅の終わりから高麗の時代にあたります。9世紀初めまでの日本は中国の唐に遣唐使を派遣し、14世紀後半以後の日本は明に遣明使を派遣することで、外交のみならず経済文化交流の手段としました。これに対してその間の時代は、日本と外国との間で国家としての定期的な外交交渉が行われない時代でした。そのため、かつてこの時代の日本は海外の影響が弱かったと考えられ、国際交流に対する関心はあまり高くありませんでした。しかし戦後になって日本各地の遺跡の発掘が進んだ結果、遣唐使や遣明使の時代よりもその間の時代の方が、むしろに中国の焼き物等が多く輸入されていたことが明らかになってきました。さらに外国文化の影響もやはり前後の時代に劣らず大きかったことが、宗教、美術、文学などさまざまな分野の研究から明らかになってきています。こうした研究動向を踏まえて、私は9世紀から14世紀という時代の国際交流について文献資料に基づいた研究を行っています。こちらは以前私が書いた僧侶と宰相たちの東シナ海という本です。このタイトルにある僧侶と宰相が私の研究のキーワードです。まず後者の宰相とは、海を移動する貿易商人です。遣唐使など国が派遣する使者がいなかった時代には、彼ら宰相が日本と外国をつなぐ主役といえる存在でした。当時の国際社会の中での日本の位置を知るためには、日本の権力者たち以上に彼ら宰相たちの実態を把握することが重要になってきます。もっとも彼ら自身が残した資料はほとんど皆無と言ってよく、研究には制限が大きいのも事実です。そこで私は直接彼らのことを調べる以外にも、当時の政権による貿易政策や貿易の拠点となった港の研究も合わせて行っています。そのため、地史や古地図を利用した国内外でのフィールドワークもたびたび実施しています。宰相の研究が日本と海外との経済的交流の研究だとすれば、もう一つの僧侶の研究は主に文化交流に関わる研究といえます。遣唐使の時代の日本では、国家が主導して人を中国に派遣し、海外の文化を導入しましたが、遣唐使が亡くなって国家が文化交流の主役の地位から退いた後、文化交流の中心になったのは仏教の僧侶でした。特に鎌倉時代から南北朝時代には僧侶の渡航が極めて多く、名前がわかるだけで600人近くが確認できます。彼らの中で伝記を残した僧については、こちらの南宋現代日中と高宋伝記集成という本の中で伝記資料の所在を調査してまとめました。こうした僧侶の活動によって宋の時代の文化が日本に持ち込まれた結果、中世日本には宋風文化と呼ばれる新たな文化が生まれました。彼ら僧侶の活動を追跡することは、鎌倉南北朝時代の文化がどのように動いたのかを知る上でも重要になってくるはずです。以上が私の研究の紹介になります。もしも私の研究に関心を持っていただけましたら、ご連絡をいただければ幸いです。では失礼いたします。